いやー、めちゃくちゃよく走ります。これ四駆のターボなんですけど、上り坂でもスイスイ登ってくれます。普段自分は軽キャンピングカー、軽キャブコンというジャンルを乗っているんですけど、それと比べるともう高級車ですね。レクサスやポルシェに乗った気分です。この移動めちゃくちゃ楽です。なんか窓があるんですごく広く感じます。今回のセッティングなんですけど、もうシュラフ引いてます。そしてキャンプ用の丸テーブル持ってきました。こちらカセットガスストーブの前なんです。つけるときはこんな感じでめくって安全を確保しながら換気して使います。やっぱりこれ鉄のボディなんで熱がそのまま入ってきます。今は結構暑いんですけど、夜は寒くなると思います。この寒暖差も体感します。で、冷蔵庫にこちらはゴミ袋とかですね、ティッシュとか入れてます。で、こちらはクッカーなどいろいろ持ってきました。とりあえずあったかいほうじ茶飲んで休憩します。ポータブルバッテリーはこちら 580W ミドルタイプのポータブルバッテリーを1台、もう1台予備で持ってきました。来る途中にこの奈良県の名物吉野くず入りのごま豆腐買ってきました。お醤油でいただきます。いただきます。さすが奈良県ですね。この広大な土地が1泊2日で1500円です。向こうに一組いらっしゃるんですけど、もう帰る用意してますんで、この広大な土地で一人車借できそうです。あそこは有名な谷瀬の吊り橋です。吊り橋、今は改修工事をされているそうです。なのでこの下は何か落ちてくる可能性があると言っていました。それにしてもこの紅葉最高ですね。それでは車中泊のセッティングしていきます。と言ってももうシェードするだけで大丈夫です。今日は会社のことも考えて糖質 70% オフの発泡酒いただきます。なんやこれ、最高やな。いやー、ほんと奈良移住してよかったです。ちょっと行けばこんな場所あるんですね。なんか自分20代30代の時は人混みの中でずっと休みなく仕事しました。多分10年15年の中で休んだのを数えるほどです。そのぐらい仕事しました。40代になってからなんかその反動が来たんですよね。こういった自然を求めるようになりました。
やっぱり人間ってこうやってバランス取ってるんですかね。結構冷えてきました。今現在外に温度計を置いてるんですけど 13.9 度、車内が 18.3 度です。やっぱりこの鉄板かなり冷たいですね。夜中は冷えそうです。寝袋なんですけど、これ冬用のロゴスのシュラフです。でこの中に一応 USB であったかくなる発熱パッド、これも入れてます。多分いらないと思うんですけど一応持ってきました。夜中寝ている時にこのカセットガスストーブは危ないと思いますんで、底冷えしてどうしても寝れなかったらこの発熱パッドで温まります。車内の照明なんですけど、こちら USB のクリップタイプの照明を使ってます。こんな感じで曲がるフレキシブルタイプの LED 照明です。これ家でパソコンデスクに使ってます。すごい使い勝手良かったんで持ってきました。冷蔵庫の電源は車のシガーソケットからこちらのポータブルバッテリーに差し替えて使用してます。車中飯なんですけど、こちら車内でエビの蒸し餃子作ります。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。材料はエビと大葉としめじ、そして餃子の皮。今回は豚肉バージョンも作っていきます。はい、これで OK です。あとは巻いていきます。これほんと大好きで家でもよくやってます。完成したらこれを当てにもう少し飲みたいと思います。車中飯しているんで換気したいんですけど、この N 版の弱点、窓が少ししか開きません。これどうなんでしょうか。今日やってみて明日の朝匂いまた検証します。結構もう湿ってますね。結露も気になりますね。今日の朝方結構冷えると思いますんで、どのぐらい結露出てるかこちらも体感します。さあできてるかな、開けてみます。うわ、めちゃくちゃ美味しそうです。味付けはポン酢が美味しいんですよね。今日もポン酢でいただきます。中どうなってるんでしょうか。一回カットしてみます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、すごい温まりました。美味しかったです。車内の温度上がってますね。19.4 度まで上がりました。やっぱり料理すると車内が暖かくなります。蒸し料理したということもあって結露が気になります。換気扇必要ですね。これなんかいいのありますかね。で、今の季節なんですけど虫いないんで良かったです。これ虫いたらめっちゃ入ってくると思います。網戸も必須ですね。
雨が降ってきました。結構ダイレクトに雨音が聞こえます。あと片付けなんですけど、今日は砂利がない車なんで洗い物出ないようにしました。こういった汁系はもう紙に吸わしてゴミに捨てます。防臭袋持ってきましたんで、これで縛っていけば車内でも匂いしないと思います。さあ、それではもうちょっとだけビール飲みながらゆっくりします。雨がですね、中に入ってきてます。やっぱりこの窓、何か対策考えないとダメですね。また DIY したいと思います。もうかなり暖かくなったんで切っておきます。車内の温度は現在 25.3 度。めっちゃ上がってます。15分ぐらいしか毎タンつけてなかったんですけど、やっぱり軽なんでかなり暖かくなりますね。今日歯磨きなんですけど、ここ有料スポットなんで炊事場あるんですけど、もうちょっと外怖いんで中でしときます。このキッチン用のゴミ箱ですね、こちらに洋酒袋、これかぶせます。であとはこの凝固剤ですね、トイレなども使用できます。これ入れて使い捨て歯ブラシを使用します。寝る準備整えました。ノーマル N 番、嫁の N 番での初めての車中泊、寝心地楽しみです。ただ問題なのが、この後ろタイヤハウスがあるんで少し出っ張ってます。なのでここ頭にしちゃうと寝返りが打ちにくそうです。今回はこちらを頭にして寝たいと思います。いやー、この空間めちゃくちゃ落ち着きます。なんか足元はね狭くても、この上半身だけ広かったら結構快適なのを今までのキャンピングカーで学びました。なのでぐっすり眠れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。今日の朝方、雨が結構降っていて、雨音で目覚めました。やっぱり結露してますね。この鉄のところは結露しないんですけど、窓だけびっしょり濡れてます。現在の外の気温が 18.3 度、車内が 19.6 度です。最低気温が外が 7.8 度、中が 7.3 度、中の方が寒くなってましたね。ただ今回はそこまで最低気温下がらなかったんで、結露もマシだったと思います。やっぱりノーマルの車でキャンピングカーのようにボディ断熱がないので、鉄板むき出しなので、外の温度より中が下がってしまいました。今回はまだ7度とそこまで冷えなかったんですけど、これ氷点下になると冬の車中泊は何か対策を考えないといけません。いやー、すがすがしい朝です。めちゃくちゃ気持ちいいです。せっかくなんで後ろのハッチ開けて朝食をいただきます。それでは朝ごはんの準備していきます。ポータブルバッテリーなんですけど、現在が 1% でもうないですね。交換します。やっぱり冷蔵庫を使っていたんで寝てる間になくなったようです。これ 1% まで使うとあまりリチウムバッテリーに良くないので、
本来は 10% ぐらいでとどめておいた方がいいみたいです。はい、 OK ですね。朝ごはんなんですけど、こちら使って鶏のメーラード反応炊き込みご飯いただきます。あとは炊くだけだったんですけど、やっちゃいました。電源コード忘れてしまいました。どうしよう。他にある調理器具はフライパンと IH だけなんで、この中に移して炊き込みご飯作ってみます。なんかパエリアみたいになっちゃいました。じゃあこれであとはアルミホイルかぶせて炊いてみます。ちょっとお行儀悪いんですけど、もうこのフライパンのままいただきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。フライパンでも炊き込みご飯全然作れますね。今回はクッキングシート引かずにフライパン使用したんで、軽くウエットティッシュで拭いてから家帰ってきれいにします。片付け完了しました。それでは帰る準備します。で、帰りなんですけど、気になっていたこの N 版の半自動運転を試します。高速道路通りますんで、アダプティブコントロール自動追従型の能力を体感します。いつもは軽キャンピングカー、軽キャブカーに乗ってる自分が、このノーマルの N 版で車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。なんといってもこのリアハッチの開放感ですね。これはたまりません。そして車内狭いんですけど高さがありますんで、全然圧迫感はありませんでした。そしてもう一つメリット、これは L 版ならではですね。この移動がめちゃくちゃ楽なんで、この雨の日とかは本当に助かりました。そしてデメリットなんですけど、やっぱりこの窓ですね、開かないと雨が入ってきます。これは何か DIY などして対策考えないといけません。次なんですけど、今回お座敷モードをしていたんで、やっぱり足が伸ばせないのが少し辛かったです。こうやって横になれば大丈夫なんですけど、やっぱりたまに足を曲げて下に下ろして座りたいなと思いました。そして最後なんですけど、
やっぱり収納ですね。これ料理しないなら全然寝るだけなら大丈夫なんですけど、自分みたいに料理する感じでしたら収納がやっぱ足りません。なので今度は DIY でベッドを作って下に収納したいと思います。これ助手席がこんな感じで高さ上がりますんで、そこに合わせてこうベッドを作ってその下収納にします。そうすれば今回のデメリットもだいぶ解決できると思います。あとはこの窓に換気扇も DIY で作りたいと思います。これ大丈夫でしょうか。嫁の車なんですけど、でも嫁も最近車中泊興味あると言ってたんで、このノーマル N 版を今までキャンピングカーで車中泊してきて気になった点などを反映させながら DIY して車中しようにします。また動画にもしていきたいと思います。はい、無事合流できました。この高速道路は無料の高速道路で1車線です。でこういった高速道路っていうのは遅い車と速い車が一緒に走ってますんで、結構スピードの変化が激しいんですよね。なのでアダプティブクルーズコントロール、この半自動運転がすごい役に立ちます。それでは早速アダプティブクルーズコントロール使っていきます。まずはメインスイッチを押します。そしてこのモードに入ったら次セットボタンを押します。そうすると現在走っている速度で順行に入ってくれます。であとはプラスマイナスで速度を調整します。現在前のトラックに追従してくれてます。車間距離はこのボタンで3通り選べます。一番遠い車間距離でセッティングしました。はい、今合流でトラックの後ろに乗用車が入りました。そうするとまたそこから車間距離を空けてくれます。これ本当楽です。でこちら精度がめちゃくちゃ良くてですね、他のアダプティブクルーズコントロール乗ったことあるんですけど、対向車の光を誤認識してうまく機能しませんでした。でもこのホンダセンシングのアダプティブクルーズコントロールはかなり精度高いです。はい、無事高速道路走行し終わりました。で今前が渋滞なんでゆっくり速度が教えてます。これも自動です。これ止まるんでしょうか。ちょっとブレーキに足しながら様子見てみます。あ、キャンセルになりましたね。キャンセルになりました。今速度がもう本当に 2,3 キロで進んでます。止まるまではいかないみたいですね。いやー、高速道路が一瞬でした。これなら1時間2時間3時間とか300キロの旅でも疲労度も全然なく車中旅行に行けそうです。今後は L 版の車中泊もたまにやっていきたいと思います。これ4区なんで雪中車中泊やどっか遠いとこ旅にも行ってみたいと思います。